上編、日本対韓国、65歳からの人生、数字と得点で見る衝撃比較。ずんだもんと四国メタンの漫才解説でお届け。ねえ、ずんだもん。いきなりだけどこの数字なんだと思う？ 35.9%。35.9%？ 何かの割引率なのだ。まさか西部。これはね、韓国のお年寄りの貧困率なの。OECD 加盟国の中で、ぶっちぎりのワースト1位よ。は？ちょっと待つのだ。3人に1人以上が貧困ってことなのだ。そうなの。ちなみに日本は約 20% で、韓国のほぼ半分。でもね、もっとびっくりする話があるのよ。まだあるのだ。韓国の65歳以上の人、なんと 40% 以上が働いてるの。日本は 25% くらい。つまり韓国のお年寄りは日本のお年寄りよりずっとたくさん働いてるのに、ずっと貧しいってことなのだ。韓国、65歳以上の就業率 40.8% 対日本 25.2%。それって、働いても暮らしが楽にならないってことなのだ。そういうこと。今日はね、韓国と日本の65歳以上の人生を数字で丸裸にしちゃうわよ。ちなみに、この動画は上編と下編の2本立てです。上編では、人口、寿命、収入、仕事、2026年の新制度を比較して、下編では、年金、医療費、節税のリアル比較をお届けします。最後まで見ないと損するのだ。じゃあ、行ってみよう。上編スタート。第1章、高齢者人口バトル。じゃあまず基本中の基本から。両国に65歳以上の人って何人いるのだ？はいはい。まずはこの表を見てほしいの。65歳以上の人口。韓国約1084万人。日本約3624万人。高齢化率。韓国 21.0%。日本 29.3%。超高齢社会突入。韓国2025年つい最近。日本2006年19年も前。高齢社会から超高齢社会の所要年数。韓国たった7年世界最速。日本12年。ここで大事なポイントね。超高齢社会っていうのは、65歳以上の人が全人口の 20% を超えた社会のことを言うの。日本は2006年にもう突入してたのだ。韓国は2025年だから、約19年遅れなのだ。でもね、韓国の高齢化のスピードがとんでもないのよ。高齢社会から超高齢社会になるまで、たったの7年。これは世界最速記録なの。日本でも12年かかったのに、韓国は7年。ロケットみたいなスピードなのだ。しかもね、2044年には韓国の高齢者比率が 36.7% になって、日本の 36.5% を追い抜いちゃうんだって。韓国が日本を抜いて世界一の高齢国になるってことなのだ。そうなの。例えて言うと、街を歩いてる3人に1人以上がお年寄りっていう世界になるのよ。2044年の予測。韓国 36.7%、日本 36.5%。わかりやすく言うと、教室に30人いたら、10人以上が65歳以上なのだ。で、もはや教室じゃなくてデイケアセンターなのだ。ずんだもん。それちょっと失礼よ。でもわかりやすいわね。ここで重要な数字をもう一つ。韓国の総人口は減り続けている一方で、65歳以上は2025年だけで58万4千人も増えたの。日本も同じよ。総人口は1年で60万人減ったけど、65歳以上は増え続けているわ。若い人は減って、お年寄りは増える。これが両国共通の現実なのだ。だからこそ、お年寄りの生活をどう支えるかが超重要テーマなのよ。次は、寿命の話に行きましょう。第2章、寿命と健康寿命、そして長生きの質。両方とも長寿国として有名だけど、実際どうなのだ？ドーンよ。平均寿命、韓国 83.7 歳、日本 84.3 歳。男性の平均寿命、韓国 80.8 歳、日本 81.1 歳。女性の平均寿命、韓国 86.6 歳、日本 87.1 歳。健康寿命、韓国 69.9 歳、日本、男、72.6 歳、女、75.5 歳。平均寿命との差、不健康な期間、韓国約 13.8 年、
日本約10から12年。ここで、めちゃくちゃ大事な概念が出てくるわ。それが健康寿命。健康寿命って、日常生活に支障なく、元気に過ごせる年齢のことなのだ。そう。つまり平均寿命から健康寿命を引いた年数が何かしら体に不調を抱えながら生きる期間ってことなの。韓国の場合、83.7 歳マイナス 69.9 歳、約 13.8 年、14年近くもなのだ。例えるとね、70歳の誕生日ケーキのろうそくを吹き消した次の日から約14年間、ずーっと病院のお世話になるかもしれないってこと。日本は約10から12年だから、韓国より少しマシだけど、それでも長いのだ。ここが超重要ポイントよ。長生きすること自体は素晴らしいけど、どれだけ元気に長生きできるかが本当の勝負なの。大事なのは何歳まで生きるかじゃなく、何歳まで元気でいられるか。しかも韓国の健康寿命って、8年ぶりに70歳を割り込んだのだ。69.89 歳。ちょっと心配なのだ。だからこそ、今から健康管理をしっかりやることが一番の投資なのよ。お金の話は後でするけど、まず体が資本よ。健康寿命を1年延ばすこと、医療、介護費を数百万円節約する効果あり。第3章、お金と貧困率、残酷な格差。さあ、ここからがちょっと辛い話なの。でも、知らないともっと辛くなるから、しっかり聞いてほしいわ。お金の話なのだ。覚悟して聞くのだ。高齢者貧困率、韓国 35.9%、OECD、ワースト1位、日本、約20%、OECD、平均、15.7% より、やや高め、70代平均年金受給額、韓国、月約41万ウォン、約 4.6 万円、日本、月約128万ウォン、約 14.6 万円、高齢世帯の平均貯蓄、韓国、比較的少ない、日本、約2462万円、公的移転所得の比率、韓国、所得の 30%、OECD 平均も 17% の約半分、日本、所得の約 60% 以上。まず、衝撃の数字、韓国のお年寄りの3人に1人以上が貧困なの。日本は5人に1人くらいなのだ。OECD 平均が 15.7% だから、韓国はその2倍以上。日本でも平均より高いのだ。でもね、なんでこんなに差がつくのか、理由があるのよ。見てほしいのが70代の平均年金額。韓国が月 4.6 万円で、日本が月 14.6 万円。3倍以上の差なのだ。そうなの。この差の最大の理由は、年金制度の歴史なのよ。日本の国民年金は1961年にスタート。もう65年の歴史があるわ。韓国の国民年金は1988年スタートで、まだ38年しか経っていないの。つまり韓国のお年寄りの多くは、そもそも年金に加入していた期間が短いのだ。あるいは、加入すらしていなかったってことなのだ。その通り。だから韓国の高齢者の公的移転所得は全体所得のたった 30%、日本は 60% 以上。国が支えてくれるお金が圧倒的に少ないの。だから韓国のお年寄りは自分で稼がないと生きていけないのだ。さっきの就業率 40% の意味がようやく分かったのだ。韓国の年金制度は1988年スタート。日本より27年遅い。十分な加入期間を持つ受給者がまだ少ない。ちなみに、日本の高齢世帯の平均貯蓄は約2462万円。韓国のお年寄りは貯蓄も年金も少ないから、老後の不安レベルが全然違うのよ。これは制度の問題であって、韓国のお年寄り個人の責任じゃないのだ。その通りよ。だからこそ、今からどう備えるか、そして今ある制度をどう使い倒すかが大事なの。第4章、仕事とアクティブシニア。さっきの話とつながるけど、仕事の中身も全然違うのだ。65歳以上の就業率、韓国 40.8%、OECD1 位、日本 25.2%、主な就業動機、韓国、経済的必要生活費のためが多い、日本、経済的理由と生きがい、社会参加。ここでアクティブシニアっていう言葉を紹介するわね。アクティブシニアって仕事や趣味に意欲的で
健康で自立した65から75歳のシニアのことなのだ。そう。日本ではもうこの言葉が定着してて、シニア向けの旅行ツアーとかスポーツクラブとか、巨大な市場ができてるのよ。韓国でも最近、アクティブシニアが流行語になってるのだ。でもね、ここに大きな違いがあるの。日本のシニアは生きがいのために働く人が多い。趣味の延長とか、社会とつながりたいとか、韓国のシニアはどうなのだ？生きるために働かざるを得ない人が多いの。政府の高齢者の雇用事業に参加して、月約40万ウォン、約4万2000円をもらうお年寄りもいるのよ。月4万2000円なのだ。日本だと5日のアルバイト代くらいなのだ。韓国のお年寄りの人気の趣味は登山、ゲートボール、最近は YouTube に挑戦するシニアも増えてるわ。日本は旅行、庭いじり、温泉、書道、地域ボランティアが人気ね。2050年になると、韓国では50歳以上が全消費の 70% を占めるっていう予測もあるのだ。シニアが経済の主役になる時代が来るのだ。日本でも75歳以上の後期高齢者が新しい消費エンジンとして注目されてるわ。韓国も日本もシニア消費の主役の時代が到来中。第5章、2026年の新制度、知らないと大損。さあ、ここからは2026年に変わる制度の話。これは本当に大事だから、メモの準備をしてね。まずは韓国から。韓国、2026年の主な変更点。その1、基礎年金が上がったの。月最大34万9700ウォン。約4万円に増額。選定基準も上がって、一人暮らしなら、月の所得認定額に147万ウォン。約28万円以下ならもらえるわ。その2、国民年金が18年ぶりに大改革されたの。国民年金改革、保険料率 9% から 9.5%、毎年プラス 0.5%、2033年に 13% まで、所得代替率 41.5% から 43%、出産クレジットは2番目の赤ちゃんから1番目の赤ちゃんから12ヶ月、軍服務クレジット6ヶ月から12ヶ月。保険料が上がるのはちょっと痛いけど、将来もらえる額も増えるってことなのだ。その3、認知症の財産管理支援が新設されたの。それから、統合ケアオーダーメイドパッケージが始まって、訪問診療、訪問看護、食事宅配、家の修理まで全部まとめてサポートするのよ。住んでいる家で、国がケアしてくれる時代が来たのだ。韓国のその他の特典もまとめるわね。地下鉄無料。KTX と SRT 平日 30% 割引、国内線航空 10% 割引、込みや国立博物館無料、映画約7000ウォン、インフルエンザ等の予防接種無料、インプラント生涯日本、健康保険 70% 適用、66歳から認知機能の検査無料、2年に1回、65歳以上シニア、年100万人分、無料スポーツ講座。次は日本よ。日本。2026年の主な変更点。日本の最大ニュースはこれよ。在職老齢年金の基準額が爆上げ。在職老齢年金改正。年金カットの基準。月51万円から月65万円。基礎年金。月6万9308円から月7万608円。年金生活者の支援給付金。月5310円から月5620円。これ、ものすごく大きな変化なのだ。簡単に説明してほしいのだ。いいわよ。65歳以上で働きながら厚生年金をもらっている人は、お給料と年金の合計が月51万円を超えると、年金がカットされていたの。それが2026年4月から月65万円に引き上げ、つまりもっと稼いでも年金が減らないのよ。具体例。山田さん67歳、月給35万円。厚生年金付10万円、合計45万円、改正前の基準51万円以下だからセーフだったけど、もし月給がもう少し高くて42万円だった場合、合計52万円で1万円分の年金がカットされていたの。でも、2026年4月からは基準が65万円だから、月給55万円プラス年金10万円。合わせて65万円までセーフなのだ。年間で最大30万円以上多くもらえるケースもあるのよ。
働く意欲をそがない、素晴らしい改正なのだ。それから、2026年1月から3月は、政府の経済対策で、電気ガス代が約7000円支援されるの。これは、自動的に料金から引かれるから、何もしなくて OK よ。日本も韓国も、知っていれば得する制度がこんなにあるのに、知らないと1円ももらえないのだ。これが現実なのだ。だからこの動画を最後まで見て、家族にも教えてあげてほしいわ。用語解説コーナー、メタンさんの用語教室。はい。ここからは、メタンさんの用語教室よ。難しい言葉を世界一、わかりやすく説明するわ。用語1、超高齢社会、65歳以上の人が、全人口の 20% を超えた社会のことよ。段階的に言うと、こうなるのだ。7% を超えると高齢化社会、お年寄りが増え始めたな。14% を超えると高齢社会、結構多いな。20% を超える場合、超高齢社会、めちゃくちゃ多い。例えるとね、学校の運動会で走ってる人の5人に1人以上が、おじいちゃんおばあちゃんみたいな状態なのだ。それはもう運動会じゃなくてリハビリね。メタン、またそういうこと言う。でもわかりやすいのだ。用語に、健康寿命、健康上の問題で、日常生活が制限されることなく、生活できる期間のことよ。簡単に言うと、自分の足で歩いて、自分でご飯を食べて、自分でトイレに行ける年齢ってことなのだ。平均寿命が84歳でも、健康寿命が70歳なら、最後の14年は、誰かの助けが必要になるかもしれないってこと。だからね、健康寿命を伸ばす努力が最高の老後対策なのよ。お金を貯めるよりも、まず散歩する方が大事かもしれないのだ。海外の反応コーナー。さて、お待ちかねの海外の反応コーナー。韓国、中国、日本のネットユーザーは、この問題をどう見ているのかしら。韓国の反応。韓国ユーザー1、うちの父は70歳なのに、まだ警備員をしている。年金が月4万円しかないからやめられない。日本のお年寄りは趣味で働くっていうのに、韓国ユーザーに基礎年金が35万ウォンに上がったって、ニュースで大騒ぎだけど、日本は基礎年金だけで月7万円。その上に厚生年金まで、比較自体が悲しい。中国の反応。中国ユーザー1、日本と韓国の高齢化はもうすごく深刻。中国もあと10年で同じになる。早く準備しないと。中国ユーザー2、韓国のお年寄りの貧困率が OECD1 位で、日本の2倍って衝撃的。老後は子供に頼るだけじゃダメだ。日本の反応。日本ユーザー1、韓国の高齢化スピードがやばすぎる。日本の比じゃない。でも日本も他人事じゃないよ。うちの近所のコンビニ、店員3000人70代だもん。日本ユーザー2、在職老齢年金の基準が65万円になるの本当にありがたい。今まで年金カットされるのが嫌で働く時間を減らしてたけど、これで安心してフルタイムで働ける。どの国でも、老後の不安は共通なのだ。だからこそ、正しい情報を知ることが大事なのよ。クイズタイム。さあ、ここでクイズタイムなのだ。91、韓国が超高齢社会に突入した年は A、2020年 B、2025年 C、2030年5秒で答えてほしいのだ。5、4、3、2、1。正解は B、2025年65歳以上の比率が 20% を超えて正式に超高齢社会に突入したわ。正解した人、すごいのだ。9に、2026年4月から日本の在職老齢年金の支給停止の基準額はいくらに ?A、月55万円。B、月60万円。C、月65万円。5、4、3、2、1。正解は C、月65万円。お給料と年金の合計が月65万円以下なら、年金は1円もカットされなくなるのよ。2問とも正解できた人は、もうシニア福島スターなのだ。まとめ。さて、上編はここまで。もう一度まとめましょう。1、韓国は世界最速で超高齢社会に突入。2044年には、日本を抜いて世界一の高齢国に。2、長生きと健康で長生きは違う。健康寿命との差が、日本、
約10から12年。韓国は約14年。3、韓国の高齢者の貧困率は 35.9% で、OECD、ワースト1位、年金制度の歴史の差が原因。4、韓国のお年寄りは、世界一働くが生存のため、日本は生きがいのためが多い。2026年は、両国とも大きな制度改革の年。知らないと損するのだ。最後に、偉大な哲学者の言葉を送ります。ショーペンハワー。富は海水のようなものだ。飲めば飲むほど喉が渇く。お金をいくら貯めても不安は消えない。大切なのは、今あるもので、どう満足して生きるか、ということね。ソクラテス。吟味されない人生は生きるに値しない。自分の老後を他人任せにしないで、自分でちゃんと考えて、調べて、行動する。それが一番大事なのだ。この動画が、その一歩になれば嬉しいわ。下編では、年金の種類と受給額の差、病院内のリアル比較、そして、節税の裏技を徹底解説するのだ。下編を見ないと、上編の知識が半分も活かせないわよ。チャンネル登録とベルマークを忘れずにね。いいねも押してくれると、済んだもんは、ずんだ餅100個分くらい嬉しいのだ。それ、食べ過ぎでしょ。いいのだ。じゃあまた下編で会おうなのだ。バイバイ。アンニョン。下編は来週公開。チャンネル登録してお待ちください。